今日はスカフリングを使ってやってみたいと思います。こういう形態のもの、いろんな形態があるんですが、これは一般的な真ん中にこうラインが入ってるものですね。これは色違いです。こういうふうにスカーフリングはたくさんあるんですけれども、結ぶ時に簡単というのにと固定するという意味で使うものだと思います。ゴールドは暖かい色味のものに、でシルバーは冷たい色味のものに合いますが、リボン結びに特化したリングなんですね。でこれは普通にこうスカーフを通すだけの、これちょっとくるくる回っちゃうんですが、スカーフを通すだけのものです。でこれから基本的な使い方をご説明します。で、これはツイリーなんですけれども、まずツイリーで、ご説明します。どうしていいかというと、この先がとんがってるので、このリングに入れやすいっていうのがあります。まずこう通します。そして反対側に持っていって、こんな感じになるんですね。これが片方なんですが、でもう反対の方をどうするかというと、これも同じように、こう通します。そして反対の方にも通すって、割と手間のかかる作業を強いられるのがリングですね。でその大きさ、これちっちゃいリングなんですけど、大きさによっても違いますし、デザインも様々です。結び方です。で、こういう風に見える、端がこういう風に見えるっていうのが特徴です。球状になってるもの、これはですね、本当にこれも特化してて、あんまり応用が効かないのがスカーフリングの特徴とも言えます。このリングに通します。これも特化してて、得意なのが一つしかないっていうものなんですね。でこう通しましたと、ここクロスになってますね。でこの特徴は、これリボン結び用のものなんです。これ両端をこう引っ張ると、こうリボンのように出てくるんですね。でこういうふうにリボン結びが簡単にできるリングなんですね。ここクロスになってますが、これが縦線ですよね。上から下へで左右から引っ張ってリボンにできるというのがこのリングの特徴です。どうしてシルバーとゴールドがあるかといったら、ブルーにゴールドってあまり合わないんですね。相性的に冷たい色に暖かい色ですよね。このブルーグリーンなんですけど、冷たい色なのでシルバーの方がマッチします。そのスカーフの色によって使い分けるためにゴールドとシルバーを持っています。これが基本的な使い方です。
す。